ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回は第二次大戦のアメリカ軍が生んだ得意な兵器戦車駆逐車に迫ります。敵戦車の脅威に対抗するために生まれ、戦場を駆け抜けたタンクハンター。その誕生の背景から個性的な車両、活躍と課題、そしてなぜ消えていったのか、その実態を深掘りします。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。第二次世界大戦のアメリカ軍が生み出したちょっと特別な兵器、戦車駆逐車 TD。 ドイツ軍の電撃戦、あの脅威にどう対応するかっていうところから生まれた、まさに特化した存在ですよね。そうですね。その専門性が、戦場でどう生かされて、そして最終的になぜ役割を終えることになったのか、興味深いテーマです。まずはやっぱりその誕生の背景からですね。1940年から41年頃、ヨーロッパでのドイツ軍機甲部隊の活躍、これがやっぱり大きかった。まさにアメリカ陸軍に衝撃を与えたわけですね。従来の対戦車砲じゃ素早く動くドイツ戦車集団にはなかなか追いつけないぞと、そういう認識が広がったんですね。そこで出てきたのが、戦車よりも速く安価で強力な対戦車砲を積んだ車両で機動的に敵を叩くという考え方です。はい。防御はある程度、目をつぶってでも機動力と火力を優先すると、そういう割り切りがあったわけですね。ヒットアンドラン、一撃離脱ですね。まさに戦車ハンター。初期の試みとして記録に残っているのが M3 ハーフトラック、装甲兵員輸送車ですね。あれに 75mm 砲を乗せた M3 ガンモターキャリッジ、通称 GMC、 それと四輪駆動のトラックに 37mm 砲を搭載した M6 ガンモターキャリッジ。なるほど。とりあえず大砲積んで走れるようにしましたみたいな感じですかね。ある意味ではそうかもしれません。大きな敵というか、コンセプトをまず形にしてみようという。実際のところ戦場ではどうだったんですか？残念ながら戦場の現実は厳しかったようです。あらら。特にやっぱり防御力がない、これが深刻で、それに M6 の 37mm 砲だと、もう当時のドイツ軍の新しい戦車にはちょっと威力不足だったんですね。あとはやっぱりベースがハーフトラックとかトラックだと、泥道とか凸凹した土地での機動力にも限界があったと、性能不足だったと言わざるを得ないですね。なるほど。そこでもっと本格的な戦車の車体を使ったモデルが出てくるわけですね。その通りです。やっぱり敵の戦車とやり合うには、ある程度の防御力と戦車と同じかそれ以上の不整地での機動力が必要だよねっていう認識になったわけです。ふむふむ。それで開発されたのが有名なシャーマンですね。あれの車体をベースでした M10 ウルヴァリンと、専用に設計された車体を持つ M18 ヘルキャットです。 M10 ウルヴァリン、3インチ 76.2mm 砲を搭載。火力は当時としてはなかなか強力だったみたいですけど、資料によってはやや脆弱みたいな評価もありますね。そうですね。 M10 は生産性と火力のバランスは良かったんですが、防御力、特に砲塔の装甲はちょっと限定的でしたね。そして特徴的なのがオープントップ。砲塔の上が開いてる。そうなんです。オープントップ構造、これにはメリットもあって、まず軽い、だから機動性が上がる。あとは周りがよく見える、視界が良いんですね。それと作るのが楽とか。なるほど。でもその代償も大きかったと。砲弾の破片、シェルフラグメントって言いますけど、そういうのとか、上から例えば建物の2階とかから手榴弾投げ込まれたりとか、うわあとは飛行機からの攻撃、これに対して砲塔の中の乗員がもうむき出しで非常に無防備になるっていう、これは致命的な弱点でしたね。雨とか雪とかも大変そうですね。そうなんですよ。天候の影響も直接受けますし、何より常に頭の上が空いてるっていうのは、乗員の心理的なプレッシャーも相当なものだったという指摘がありますね。もう一方の M18 ヘルキャットはどうでしょう？ M18 はですね、まさに戦車駆逐車のコンセプト、機動力を最大に追求した車両と言えますね。専用設計の軽い車体に強力なエンジンを積んで、最高速度は時速80キロを超えたなんて言われてます。80キロ、それは速いですね。当時の走行車両として驚異的ですよね。で、乗せてる 76mm 高速砲っていうのも
M10 の3インチ砲より高性能で火力も十分でした。ただこちらもオープントップ構造を採用していて、装甲の厚さでいうと M10 よりもさらに薄かったという、そういう割り切りがあったんですね。戦争の後半になるとさらに強力な相手が出てくるわけで、もっと強い車両も必要になったんですよね。はい、ドイツ軍がティーガーとかパンターとか重戦車をどんどん投入してくると、さすがに M10 とか M18 の 76mm クラスの方だと正面から撃ち合うのはちょっと厳しくなってきた。ふむふむ。そこで登場したのがもっと強力な 90mm 砲を積んだ戦車駆逐車。代表的なのが M10 の車体を流用した M36 ジャクソンですね。 M36 ジャクソン 90mm 砲。この 90mm 砲ならドイツ軍の重戦車にもかなり有効な打撃を与えることができた。戦争の後期の対戦戦闘では非常に重要な役割を果たしました。なるほど。敵の進化に合わせてこちらも火力を上げていったと。じゃあこれらの車両、具体的にはどういう風に使われたんですか？やっぱり基本は待ち伏せ？その通りです。そのために戦術マニュアルがあるんですが、そこでは待ち伏せに適した射撃位置を選ぶことがものすごく重要だと強調されています。その陣地選びのポイントがフォクルっていう頭文字でまとめられてるんですね。そうです。フォクル、これ非常に実践的なチェックリストなんですよ。ほう。まず射界ですね。ちゃんと敵を狙える見通しがあるか。次に観測、敵が来るのを早く見つけられるか。 C、遮蔽と隠蔽、敵から見つかりにくくて撃たれても大丈夫か。なるほど。オブスタクルズ、障害物、敵の戦車が近づきにくいような自然のあるいは人工の邪魔なものがあるか。そして最後の L、進出入経路、安全にそこに入れて撃った後とか危なくなった時に逃げられるルートがあるかと。へえ、すごい具体的ですね。これらを全部満たす場所を選ぶことが待ち伏せの成功、つまり生き残るための鍵だったわけです。単に隠れるだけじゃなくて、ちゃんと撃ててちゃんと逃げられる場所を選べと。特に効果的とされた戦い方ってありますか？ハルダウンですね。車体の大部分を丘の稜線とか障害物の後ろに隠して砲塔だけ出して撃つ。よく映画とかで見るやつですね。それとか敵の横とか後ろ、比較的走行が薄いところを狙う側面射撃、フランクショット、これが推奨されてましたね。敵に見つかりにくくして奇襲効果を高めて弱点をつくと、基本的なテクニックでした。でも資料を見ると対戦車戦闘だけじゃなかったみたいですね。おっしゃる通りです。副次的な任務も実はすごく重要だったんです。特に歩兵への直接火力支援ですね。歩兵支援。統治下とか機関銃の陣地とか建物に立てこもってる敵とか、歩兵だけじゃなかなか潰せない目標に対して戦車駆逐車の大きい方はすごく役に立ったんです。なるほど。そうなってくると特に歩兵との連携っていうのがものすごく大事になってきますよね。まさにそこなんですよ。資料でも歩兵戦車チーム、インファントリータンクティームっていう考え方が何度も強調されています。歩兵戦車チーム。戦車駆逐部隊はよく歩兵も大隊なんかに配属されて一緒に緊密に行動したんです。あとは偵察任務とか、場合によっては間接射撃、つまりちょっと離れた目標に対して砲兵みたいに山なりの弾道で撃つなんてこともやったみたいですね。まさに動く大砲としても使われたわけだ。その機動力と火力からいろんな場面で穴埋め的な役割を期待されたと言えるかもしれません。そしてドイツ軍最後の大きな反撃、バルジの戦い、ここでは戦車駆逐車の進化が問われた感じですかね。そうですね。特に重要な拠点だったバストーニュの防衛戦なんかではアメリカ軍の戦車駆逐部隊がドイツ軍の精鋭戦車部隊と激しい戦いを繰り広げました。有名な話だと、ある M10 がさっきのハルダウン戦術を使って稜線越しに立て続けに7両のドイツ戦車を撃破したっていう記録もありますよね。ありますね。これはまさに戦車駆逐車の理想的な戦い方を示している例だと思います。待ち伏せ、側面攻撃、機動力を生かした場所取り、これらがうまく組み合わさった結果でしょうね。戦車を狩る本領発揮という感じです。一方で太平洋の戦線ではどうだったんでしょう。相手は主に日本軍になりますけど。太平洋、例えばフィリピンのレイテイ島とか沖縄戦とかにも M10 や M18 が投入されましたね。はい。日本軍が作った統治下とか洞窟陣地とか、
そういう固い防御拠点を壊すことに向けられました。大砲による直接火力支援がここでもやっぱり重要だったわけです。これまで活躍を見てきましたけど、一方でやっぱり課題とか限界もあったんですよね。それはたくさんありました。さっきもちょっと触れましたけど、やっぱりオープントップ構造の脆さ、これは大きな問題点として繰り返し指摘されてますね。これだけ第二次大戦で活躍した戦車駆逐車ですけど、戦後はなんか急速に姿を消していくんですよね。これはどうしてだったんでしょうか。一番大きいのはやっぱり戦車そのものの進化でしょうね。戦車の進化？特に戦後に出てくる主力戦車、英語だとメインバトルタンク、このカテゴリーの戦車は強力な大砲を積んで高い機動力と十分な防御力を全部兼ね備えていた。なるほど。これによってかつて戦車駆逐車が専門でやっていた対戦車戦闘も主力戦車が十分に担えるようになったんです。さらに部隊編成の考え方も変わりました。戦車部隊を師団とかの基本的な構成部隊として組み込むのが普通になった。そうなると独立した対戦車専門部隊である戦車駆逐部隊の必要性も相対的に低下していったわけです。組織の在り方も変わったんですね。技術の進歩と運用思想や組織の変化、この両輪によって戦車駆逐車はその役割を終えることになったと言えるでしょう。今回の深掘りいかがでしたでしょうか。もし参考になった、面白かったと感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。